どうも中田敦彦です。さあ来ました。世界史8本連続でやっていくぞということの4本目でございます。古代中世の中国編がやってまいりました。いやー、古代中世はですね、ヨーロッパ、中東、そしてインド、そして中国ということで、ここで古代中世が完結し、その後にですね、大航海時代を迎えて、その世界が一つにつながって、近世、近代となっていくわけですよね。そして帝国主義と世界大戦を経てですね、欧米と中東、インド、中国、この2つのワールドがぶつかり合って最後に現代に行くという8ブロックで構成する世界史の4ブロック目、古代中世の中国編でございます。中国は一番日本から近いですからね、最も近くの超大国中国、これがどのような経緯で、その近代に至っていくのか、これはものすごい学びが多いので、早速いきたいと思います。黒板にはですね、半分インド編のも残してあるんですけども、それはですね、大体ここら辺の時代っていうのが時々重なり合ってきますので、そこら辺が対象できるようにですね、置いております。しかしインドと比べても濃いですね。ものすごく濃いんですよ、中国。いやー、なので駆け足で行ってもちょっと長尺になると思いますけど、めちゃくちゃ面白いと思います。早速参りましょう。まずですね、文明、4大文明ありましたよね。メソポタミアであるとかですね、そのインダス文明ですとかエジプト文明ですとか言いまして、そこから中国の方はですね、これ長江文明と黄河文明というふうにですね、やはり川を中心としてですね、基本的に人類っていうのはですね、集まると強くなるという原理を持ってまして、いかにして集まったかでいうと、その気温が上昇して温度気候変動があってですね、農業をどこでやるのが適しているかなとなった結果、川の周りでやるといいよねということで、川の周りに集まり出した。そこから人類は集団を作り国家になっていき、そしてという話なんですよね。そんな中でその集まり出した文明は長江というのは南を流れる、南を横断する川なんですよね。中国ものすごいでかい。その中で南をバーッと横切っているのが長江、そして北をバーッと横断しているのが黄河というね、黄色い川と書いて黄河なんですね。なので長江文明と黄河文明という風になります。で、文字もね、結構文明によってね、いろいろとありましたよね。メソポタミア文明といえばくさび型文字ね、ハムラビ法典ですよね。石碑にガンガンガンって彫ったね、くさび型で彫って、目には目を、歯には歯をって書いたハムラビ法典でございますけれども、他にもですね、インダス文明のインダス文字に関してはまだ解読されてないよとかね、文明と文字とっていうね、この文字っていうものを記録することができるようになったのが人類の、最初のイノベーションだったわけですよね。その文字によって人は言葉を後世まで伝えることができるようになった。それが歴史を残すことになったということなんですけども、中国においては甲骨文字ね、甲羅と骨の文字ということで甲骨文字なんですよね。これはですね、古代はですね、占いをやってたんですね。亀の甲羅とかですね、骨とかですね、焼いてですね、ひび入れて、これで晴れるとかいろいろ言ってたらしいんですね。今となってはそんなバカなってことなんですけども、そういうものにね、使われてた甲羅とか骨に、文字を刻んでいたというのが甲骨文字だったそうなんですね。そうやって占いとかで原始的に、村がですねできて、その村を雄というんですけども、この中国の文明において雄がだんだんと村が大きくなって、大きな村大雄というふうになっていきます。そして大きな村はやがて国家王朝を作っていった。その最初の王朝が殷王朝というところなんですけど、このね、古代中国はもうむき出しでございます。なんとですね、最初の殷という王朝と周という王朝は両方とも同じ原因で崩壊するんですね。それが女性問題でございます。むき出しですね。殷の中王というのはですね、ダッキという一人のですね、絶世の美女に溺れてしまって、酒池肉林って今も言葉ありますよね。酒の池、肉の林、もう池をですね、酒で満たし、木々の枝にですね、肉をぶら下げるって、それ楽しいんですかっていうね。肉をぶら下げて楽しいんですか？でも、もう豪華なんですよ。要するに肉なんかいい肉手に入りませんよね。でもそれが余るほどあるんだぜと。もうシャンデリア上に肉をうわーやって、お酒をうわーやって、もうね、もうほんとシャンパンタワーみたいなもんですよね。で、その牛ヒレをですね、シャンデリアにぶら下げて、もうおかしくなっちゃってるわけですよね。その上で絶世の美女、ダッキをですね、愛しすぎたあまり、政治に目がいかなくなり、あんな王様の下でやってられないぞという反乱を起こしたというのが中央なんですよね。
はい。これは物語とかにもなってますね。漫画とかにもなってますね。方針演技とかね、漫画にもなっております。中央という暴君がですね、ダッキというですね、美女にですね、もうおかしくさせられちゃってですね、それでも国が乱れてというところから始まる、物語でございます。そしてその次の州という国も、やはり美女でですね、おかしくなってしまうと。権力のあるところにですね、全ては集中する財も、美女たちも、もう全部がですね、もう全部がその思い通りになった時に人はまともでいられないというのが最初の最初に証明されるわけなんですね。この州の武王の時もやはり美女で、おかしくなってしまったということから、警告の美女、警告というのは傾く国の美しき女性で、警告の、あの人は警告の美女だよと。ね、これどういうことかというと、国をぶっ倒すぐらいね、魅力的な女性ということで、警告の美女なんていう言葉が今もあるんですけども、朱地肉林であるとか、警告の美女といったですね、古事成語、今も残る強烈なインパクトの古事成語は、この古代中国にて生まれたわけです。はい。この古代中国における美女、女性によって皇帝がおかしくなるというのは、この後数千年にわたり、繰り返し行われます。ですが、人類は少しずつだけ前に進むことができている。それもぜひご覧いただきたいと思います。王朝が崩壊した後どうなるのか、やってくるのは戦国時代なんですよね。古代における初の大戦国時代というのが春秋時代と戦国時代、まとめて春秋戦国時代というのがありまして、これが後にですね、統一されて秦という国になる。そして初めての皇帝、始皇帝というのが出るっていうのが、キングダムなんかで描かれてるのはまさにこの戦国時代なんですよね。キングダムにおいてはですね、ものすごい長い物語として戦国が描かれまして、その青年たちがですね、このキングダム読んで、わーなんて盛り上がるわけですよね。日本においてもですね、戦国時代、ね、織田信長、豊臣秀吉なんてね、やっぱり面白いわけですよね。ですが、この世界史において、フィクションで楽しまれている戦国時代がとても短く描かれてるんですよ。これが、一般の皆さんとですね、世界史との間をガーンと広げているポイントでもあるんです。なんであんなに漫画で盛り上がってる、映画で盛り上がってる戦国時代をこんなに短くやるんやと。もっと描いてくれよということなんですけども、ここはですね、フィクションであるストーリーと世界史の意味が違うよということがポイントなのではないかと私は思っています。なんでこんなにと。これはですね、戦国を分厚く描くのはバトル漫画としての盛り上がりですよね。ですが、なぜ世界史を残されているのかというとですね、世界史は人類はどのようにして集まるとうまくいくのかということを知りたいと思った後の王様がですね、前の歴史から学ぼうとなった時に初めて前の歴史を編み込んで資料を集めて残してきた経緯があるんですね。つまり、世界史というのは、後の我々にいい人類の集まり方をしろよという、もうその石板に刻み込んでも残したい子孫へのメッセージなんですよ。つまりはですね、うまくいくにはこうしなさいよというのをメッセージとして世界史で残しているので、戦国時代というのは、もうそれそのものが失敗の時代なんですよ。つまり人がたくさん死んで殺し合ってまとまらなかったという時代を分厚く書いて憧れさせること自体が世界史においては不必要なんですよね。つまり世界史においては人が戦争をもう起こさないようにうまく集まるための術を学ぼうという本だというのが戦国が薄く描かれている、秘密であると理解していただければですね、なるほどと。確かにバトルは面白いけど、戦争は戦争だもんね。人殺しをしまくってる戦争時代自体が失敗のタイミングであるのならば、春秋戦国時代っていうのはギュッと描かれててもおかしくないわけなんですよ。ですが、ここで超重要な人物が1名出てきますので、この人だけは紹介していきたい。それが孔子でございます。はい、出てまいりました。思想家ですよね。このですね、春秋戦国時代ね、ものすごい戦ってます。うわーなんて言って戦ってですね、その戦ってる時のですね、そのリーダーたち、ね、王様たちが知りたいのは何かとですね、勝つ方法と人をうまくまとめる方法なんですよ。
アドバイザー求めてるんですね。強いぞーっていう王様たちが、なんかこう知恵を貸してくれないかなって言った時にですね、いろんなやつがですね、知恵を貸しましょうっていうですね、頭のいい人たち出てくるんですね。その中の一人が孔子でございまして、この人は儒学であるとか儒教と言われるですね、教え、考え方を王様たちに教えたんですね。シンプルに儒教とか儒学ってのはどういう考え方かと言いますと、徳が大事だよ。そういう考え方今もありますね。道徳の徳ですよね。徳が大事だよ。ね。親を大事にしようねとか、生き物を殺しちゃいけないよとか、そういう徳のある王様がうまく国を治めるよと。徳のあるリーダーのところには礼をもって部下たちがついていく。これがすごく重要なんだよ。上は徳を持って、下は礼を持って、そのことによってうまくまとまるんだよというですね、基本的な道徳によって上下の関係をしっかりと作っていくっていう考え方なんですよ。でもこれ確かにそうだなと言われればそうだなと我々は思うけれどもですね、これがですね、日本人にもちょっと馴染みが深いのはなぜかというと、この儒学とか儒教の考え方、徳の考え方を一時期日本は強烈に採用してたんです。それが江戸幕府なんですよね。江戸幕府、江戸時代においてこの徳川家康っていうのが採用したのもこの儒教なんです。戦後ですね、渋沢栄一がですね、その銀行とか作ったりとか大河ドラマになったりもしましたよね。渋沢栄一の名著も論語と算盤というのがありまして、ビジネスをやるの大事だよ。それが算盤だよね。みんなビジネスでお金をちゃんとビジネス稼ごうね。自分の力で稼ごうね。だけどその時にお金儲けばっかりしててダメなんだよ。道徳が大事なんだよ。しっかりと会社の中で社長は道徳を持って、その部下に対して礼は尽くしてとか、そういう考え方。ね。ビジネスはやるけど道徳も大事と説いた、その渋沢栄一も江戸からの流れの明治の人なので、明治初期においてはですね、この儒教という考え方はとても浸透してたんですよね。こういった儒教の考え方が日本人はなるほどなと、ね、親大事にしようとかね、徳が大事とか礼が大事とか、それ分かるわけですよ。ですが、この考え方は一個の考え方だったんですよね。この諸子百家と言われるスーパーアドバイザーヒットメーカー集団たちはですね、他にもいろんな人がいたんですよ。ねえ。この儒教をやってる集団のことを儒家って言いましてですね、いや儒教よりもね、大事なのがねって言って、他の派閥っていうのが法家っていうのを見たんですよ。法律が大事ですよ。つまりルールが大事ってことですね。道徳とか礼とかそういう目に見えないものよりもしっかりとしたルール、法律を作る。それをみんなで守る方がちゃんと収まりますよ。言ったのが法家。ねえ。他にもですね、牧歌っていうところはですね、いや、ルールとか徳とかじゃないですよ。ね。そもそもルールパサパサしておりますし、なんですか、徳っていうのもね、上下関係、親子だとか先輩後輩だとか、そんな上下関係ないです。愛です。全員平等の愛です。どっちかというとキリスト教っぽい考え方ですよね。牧歌は愛を説いたんですよね。それ以外にもですね、孫子の兵法で有名なね、その孫文って人はですね、孫子はですね、戦に勝つことが大事だ。兵家って言ってですね、戦に勝たないと国を守れませんから、戦に勝つ方法を教えましょう。ですね。まず勝つにはこうやってですね、大量の兵隊を連れていく。その上で、勝てるまで準備して、決しておいそれと宣戦布告しないとか、いろんなですね、戦争に関する考え方を極めようというのが兵家。愛を大事なんだ。平等と愛が大事なのが牧歌。ね、ルールと法律が大事なのが法家。そして道徳が大事なんだ。道徳と上下関係が大事なんだが、これが儒家。そういったですね、諸子百家が並び立つ中で、後世においても大きな影響力を最も与えたのはこの儒教なんですよね。さあ、これ隣見ていただきたいんですけども、ものすごい荒れてる時代にですね、力と暴力が支配していた古代の時代に、こういった突出した思想家が生まれ、その思想が後に権力によって公認されていったというのが、インドを見てもわかるんですね。そう、この孔子に値するインドの思想家というのは、ブッダなわけですよね。そしてそれは中東ヨーロッパにおいてはキリストだったと言って過言ではないわけです。なので、キリスト教、仏教、儒教というのは、古代暴力が支配していた。もう強い奴は何やってもいいんだ。美女も何でも連れてこいっていう。それでですね、国が乱れて、もうとにかくですね、もう暴力とですね、権力が支配するならず者の中で、いや、これ良くなくないと。
やめないって言ったのですね、道徳大事じゃないとか言い出したのが各エリアにいて、それの中国版が孔子だったということが考えられます。それの証拠にですね、この仏教も後にですね、インドで、アショーカ王、マウリア朝の時代に仏教を使おうって言ってですね、権力者が仏教を使おうと。なんか便利っぽいと。道徳とか倫理便利っぽいって言ってですね、仏教を公認します。ヨーロッパにおいてはコンスタンティヌス帝っていうのがね、もうキリスト教の考え方をみんなでやった方が収まるっぽいって言ってですね、キリスト教を公認します。こういう権力によって後に公認された道徳というソフトウェア、これをこの春秋戦国時代において中国においては孔子が儒教として発明したと言っても過言ではないわけですよね。しかしそれはまだ公認されるまではもうちょっと後の時代なんですよね。こういった春秋戦国時代においてはですね、もう一個のイノベーションも起きておりました。それが鉄なんですね。来ました。アイアンでございます。文字を発明しました。なんか残せるようになりましたというのは一個のイノベーションでしたけれども、言葉とか文字の次のですね、大きなイノベーションが鉄なんですよね。鉄によってですね、農具が発達したんですね。はい。壊れたんですよ。それまではね、青銅を使ってたんですね。青銅のね、金とかね、遺跡で残ってます。青いね、言ったら焼き具合が微妙な、金属なんですよ。焼き具合が微妙なのですぐ欠けたりこぼれたりするんですね。脆いわけですよ。だから金とか美術品だったらいいわけですけども、ちょっと武器農具には使えないなといったのが鉄、すごいと。スティールであると、すごい強いのだというのができたことでですね、ものすごい生産効率性が上がるんですね。これ全然壊れないからガンガン掘れますよ。ガンガン耕せますよってやるわけですよね。この鉄ができたことによって農業がバーンと進歩した。農業が進歩すると貧富の差が出てくるっていうのはまさにこれインダス文明においてもアーリア人の流入と鉄器の流入ってやつですね。それによってインドで貧富の差ができて、うわーこんなに格差ができるなんて助けてでブッダ登場というのと全く同じわけですよ。鉄でうわー戦えるようになったよね。しかも鉄で戦えるようになるとですね、それまで青銅をね武器とかですね農具に使ってたんですけども、その青銅を何に使うって言ってですね、青銅を違うことに使い始めて、それも貧富の差を生んだ。それが何か、お金でございます。コインでございます。これからはですね、青銅余ってるからこれもうバンバン使わないね。お金に使おう。青銅貨と鉄器農具というものがイノベーションだったんですよ。これによって農業革命と通貨というものができて、貧富の差というのがガーンと拡大し、それを奪い合うようになって戦国時代はさらに過熱。そんな中で道徳を説いた孔子っていうものが一個頭角を表した。しかし、まだ暴力の時代ですね。最も暴力に長けてたその時の天才というのが、永世の地の始皇帝でございます。その時はですね、その春秋戦国時代、7国とか何国とかいうね、数カ国で争って、その数カ国全部に王様いたんですよ。で、その王様を全員ぶっ倒して統一したんだから、もう王では飽き足らないと。王という名前自体がもう全然足りないと。王をぶっ倒したキングオブキングスなんだということで、この始皇帝は初めて自らを皇帝と名付けるんですね。皇という字ももうその頂点のね、もう神に近い王みたいな。帝もそういう意味なんですね。で、その皇と帝を合体させて、私が皇帝であり、その始まりだということで、始皇帝と名付けたわけなんですよね。この始皇帝、超絶ですね、能力が高かったからですね、治めることができたんですけども、なぜその秦というですね、国が、全部の王国を倒すことができたか、そこにはもう一つ大きなイノベーションがあったんですね。それ一つにはですね、馬、一番西の方についてた国だったので、いい馬を独占的に手に入れることができて、他よりも早くかけることができた。そのモータリゼーションというかね、流通とか交通みたいなね、そういう車を手に入れたみたいな感じですね。いいのを手に入れた。それプラスですね、通貨のイノベーションもあったんです。各国においていろんな通貨を出してたんですけど、この秦が作った始皇帝の通貨はですね、丸かったんです。今で当たり前ですね。コインと言ったら、五角形あんまないんですよ。便利じゃない。三角形便利じゃないですよ。整えなきゃ。でもみんな考えつかないんですよ。五角形とか三角形とか何でもいいでしょ。小判だって楕円形ですよね。でも楕円形の場合、こう重ねてもこう重ねてもずれますよね。円だったら絶対に均等に重なるんですよ。
手間がかからないんですよ。便利なんですよ。使いやすいんですよ。流通させやすいんですよ。こういった一個一個、今では当たり前になっているものが、その当時は新しいイノベーションだったということの連続ですよね。今では文字当たり前でも、その頃は文字っていうのイノベーション。今では鉄当たり前でも、その時は鉄がイノベーション。そして今となっては当たり前の丸い通貨というのを、この始皇帝の時代に丸いってなってですね、うわ便利キャーってなってたわけですよね。丸い通貨便利じゃない。ね、それによってイノベーションが起きてた。それともう一つのイノベーションというのが、この始皇帝は法家を大事にしてたんですよ。ルール大事じゃない？法律って便利じゃない？言ってたんですよね。ルールをピシッと整えることによって人はもっと強くなる、集まれるんだという法律を重視するというのがこの始皇帝のイノベーションの一つなんですよ。ですがそれで一個つまずくことが起きてしまう。この始皇帝がやった大きな業績の一つにはですね、万里の長城、有名ですよね。中国といえば一度は見に行きたい世界遺産、万里の長城、長い長城っていうのは長城とトップって意味じゃないですからね。長い城って書いて長城。何のために長い城壁を作ったのかというと、中国は常に異民族からの侵入に悩まされてきた。なぜか広すぎるからなんですよね。私世界史の授業とか国際情報で必ず言うのが、広すぎる国は侵略に弱い。そういうことですよね。広すぎる家はセコムやばい。そういうことなんですよ。何個セコムつけんのと、もうなんかどこから侵入されるかわからないんですよ。何平米もあってですね、17LDK とかでどこから誰が出てくるかわからないんですよ。怖いね。よかったワンルームでとね、入り口1個でよかったってね、盗むもんないけどって、そういう人はですね、全然誰からも襲われる気配ないでしょ。だけどね、ものすごい広い家で大量に資産があって、そしたらですね、もう盗賊入り放題なんですよ。なので防御に対してものすごいコストがかかるんですよね。この中国のですね、防御をですね、各国の王がそれぞれ思い思いに城を作っていた。城壁を作ってた。それを繋いじゃわないって言ってですね、繋いだのがこの始皇帝なんですよ。なので、一から全部作ったわけではないんですよ。繋げたのが始皇帝なんですね。繋げよってこうなったわけですよね。俺全部のあれは俺のもんなったから、もう繋げよ。万里の長城繋げちゃおう。ただこのつなげるのがお金と時間がかかるんですよ。このですね、めちゃくちゃ労力がかかる公共工事、これはですね、寄進王なんですよね。実は大規模土木工事をやったその直後、民が疲弊して国が傾くっていうのはこれ何度もあります。大規模土木工事、無理な土木工事は実はその後の王朝からすると、うわ、ラッキー手に入ったということで、その後の遺産としてはいいんですよ。ですが、その当時作らされる国民としてはたまったもんじゃないので、このたまったもんじゃない大規模土木工事やめようねの最初のしくじり先生、最初の失敗例がこの始皇帝の万里の長城だったと言っても過言ではないんですね。ですが、その後、多民族からの侵入をある程度防衛できたのは、この万里の長城のおかげでもあるとすると、それはいいか悪いかというのは、ちょっと広い目で見なきゃわからないんですけれども、明らかに悪いことも知ってるんです、この始皇帝。何か。先ほどのイノベーションだったら、法家を大事にした。というところがポイントなんですけども、この法家と対立してたのが儒家なんですよね。儒教なんですよ。道徳大事ですよって言ってるわけですよね。道徳が大事、徳を持って治めようって言ってですね、人徳のあるリーダーになりなさいなんて言ってくるわけですよね。それに対して始皇帝カチンとくるわけですよ。うるさいなこの人たち。何なのと。こっちルール作って新しい感じでもうここまで天下取ったのに道徳言わないでということで、その道徳を持ってその皇帝もしっかりとしなさいなんていう意見に関しては、ダメだと。このピラミッドを犯してくる不遜なね、違う考えの者たちだということで、儒者たちをですね、大量に処罰します。もう処罰なんていうレベルじゃないです。その言葉、焚書工樹。焚書というのは書物を燃やし、工樹というのは儒家たちを穴に埋めるという意味なんですよ。その儒者たちのですね、書いた本を全部燃やして、儒者たち集めて穴に埋めなせ残虐。ものすごい残虐。このですね、残虐な刑っていうのも、要するに人類のですね、失敗の一つですよね。古代においてはギロチンで公開処刑するとか、穴に埋めて大量虐殺するなんていうのは人類がたくさんやってきたんです。ですが今はないですよね。なんでか。恨まれるからですよ。ものすごい恨まれるから、その後に復讐されるわけです。
なので人類というのは少しずつ長い時間をかけてなくしてきたものとかことっていうのがあるんですよ。人類というのはとても野蛮で、とても残虐な生命体だったんです。それが歴史を重ねていって、これはもうやらない方がいいよという世界史を学んで、少しずつシステムを優しく改めていった歴史があるんですね。その優秀な天才、その当時の天才始皇帝であっても、この当時焚書坑儒というものがいかに人を傷つけ、人の恨みを買うかということまでは分からなかったというのが古代ならではですよね。そんな、道徳なんていらない、ルールがあればいいという苛烈な始皇帝は反乱を起こすわけですよ。なぜか。それはですね、ルールが厳しすぎたんですよね。はい。土木工事に何時に来いっていうルールがあるんですよ。ね。万里の長城を作るから土木工事何時に来い。わかりました。ね。遅刻したらどうなりますか？ルール厳しいからね、うちの始皇帝はね。はい、わかりました。ね。この、遅刻したら場合ですね。はい。死刑です。死刑。わかりました。絶対遅刻しないように。わかりました。ってですね、遅れるんですね。あれ？危な。って昼なってるやんってなるわけですよ。どうしよう。これでもう遅れても謝ったら許してくれるかなって思ったらまだ行きますよね。あかん、始皇帝やと。絶対殺される。もうルールバチーン言って、もう道徳大事や言うた人たち全員穴に埋めてる人やから、絶対に殺される。どうする？謝っても無駄。反乱しようこうなるわけですね。要するに反乱して殺されるっていうリスクよりも、そのまま遅刻してることと一緒なわけですよ。そうなったら反乱するんです。だからこれはね、ルールのデザインが間違ってるわけですよ。つまり厳しすぎるルールというのは、人をですね、いい方向に向かわせないわけですよ。ね。絶対遅刻したら殺されるんだったらもう行きません。逆に命狙いますっていうことになるわけですよね。これがですね、厳しすぎる法律というものをだんだんとなくしていくわけですよ。この罰にはこれぐらいがちょうどいいかなって言って、法律犯したと言っても、罰金で済むという犯罪もあれば、牢屋に入らなきゃいけない犯罪もありますよね。なんで罪に重さがあるんだろうと皆さん思いましたよね。どうして重さがあるんだろう。これは古代からいろいろ重ねてって、罪全部死刑にしたらえぐいことになるって言って、もう軽いやつは軽いのにしとこうってだんだんなってったってことなんですよね。そういった始皇帝のこの激しさっていうのが、最終的には反乱を生んでですね、また荒れ狂うわけですよね。始皇帝の後どうなんのとね。始皇帝の後乗っ取ってやつがいてね、もう始皇帝、俺たちで行くぜみたいなった時にですね、もう反乱だと。もうやってられないと。始皇帝のやり方、ダメだとなった。反乱した人たちの中で次のスターがいるんですね。それのスターのツートップっていうのが項羽と劉邦。項羽と劉邦と、もうそれだけでストーリーになるですね、ツートップスターがいるんですけど、これも非常に示唆に富んでるんですね。項羽というのはですね、基本に名門の出なんですね。名門の出でですね、非常に頭も良くて、しかも怪力なんですよ。ないものがないわけですよね。その代わり、劉邦というのはこれは農民の出なんですよね。身分として非常に低い。その上で、力も強くない。何がいい？ひたすら性格が良かったんですね。人柄の劉邦と能力の項羽。これがですね、もうおとぎ話かのように、後の中国にですね、非常に伝わるですね、エピソードのあるですね、二人になっていくわけですね。項羽っていうのは最初ね、破竹の勢いで勝ち進めてですね、行くわけです。ね。ですから、劉邦っていうのはですね、もう負けに負けが続くんですよ。うわーなんて、うわーなんてなるんですけどね、周りが助けてくれるっていうことを続けるんですね。その結果、もう項羽 VS 劉邦になった時にですね、さあどうなるとなるんですけども、この項羽っていうのはですね、もう自分が一番できるでしょ。だからですね、部下を信用しないんですね。部下の必要性というのはほとんど感じないんですね。だからですね、部下に非常に厳しいし、なんだったら報酬もほとんど与えないわけですよ。待ってくださいよと。ね。この項羽のおかげでやれてるんでしょ。あなたたちは別に報酬いらないよね。っていうことで、報酬少なくやりましょう。厳しいんです。言ってみればちょっと信長っぽいんですよ。ねえ。でもそういう暴君っぽいですね。非常に厳しい上司っていうのはどうなるか。部下に裏切られるんですよね。飼い犬に手を噛まれるというですね、古今東西ある
この能力がものすごい高いけれども、チームの内部に対して厳しいというものが一体どういう末路を得るのか。皆さん聞いたことがある言葉に四面楚歌っていうね、そういう言葉があります。この楚という国、これ楚というのは国の名前なんですよ。この楚という国をですね、率いてたのがまさにこの項羽だったんですよね。そんな中ですね、自分はですね、最後追い詰められて周りにですね、敵軍に囲まれるんですね。うわー、自分の部下たちが全員裏切ってですね、どんどん裏切って向こう劉邦の方についちゃうんですよ。そして劉邦に囲まれるんですね。そしてですね、四面楚歌、楚の歌を歌うね。なんで楚の歌って、その向こうの歌でよかったんじゃないですよ。楚の歌を歌う。ね。俺たち裏切ったわけですよ。部下に裏切られた、その裏切った部下たちに囲まれて、死すって四面楚歌。地獄絵図ですね。味方がないだけじゃないですよ。裏切った部下たちにまで囲まれてですね、最後能力高き項羽っていうのは追い詰められて、やられてしまうっていうんですよ。これは一つの示唆に富んでる。ね。本能寺の変との中国版みたいな感じですね。光秀ということですよね。うわーっていうね。もう部下に厳しかったんですよ、信長もね。このハゲがとか言ってバチンってやってね。で、ぜひたけしさんの映画見てくださいね。首っていうところで見てますね。後目をやるだにとか言ってバーンとか言ってバーンとかですね、これを食えとか言ってギャーとか言って喜んではい喜んでとか言ってですね、肩に刺したまんじゅうをですね、必ず食ってですね、ははとか言ってね、うわーとか言ってギャーとか言ってね、皆殺しだギャーとか言ってギャーとか言ってやってるあの感じですね。それなのに報酬は全部息子たちにやるのかよとか言ってですね、やってらんねえよとか言って、それで本能寺の変ってなるわけですよね。これ給料全然もらえねえじゃねえかよってね。こんなブラック企業で売り上げバカスカ立ててんのに全然部下に給料くれねえじゃねえかよって言ってですね、それで全部うちのボンボンにやるだにとか言ってですね、なんだこれブラック企業じゃねえか、こんなもん社長ぶっ殺すまえとか言ってですね、わーなるっていうのと一緒なんですよ。項羽も一緒なんですよ。なんだこいつとかね。始皇帝がブラックだからぶっ潰してやろうぜとか、お前がブラックじゃねえかとかって裏切って四面楚歌ですよ。ねえ。対照的にこの劉邦ってのは人望があったと言われてるんですが、ただこれね、もう一個奥がありまして、この劉邦トップになるでしょ。そしたらですね、この始皇帝の裏を行こうとなるわけですよ。要するに残虐だった始皇帝と残酷だった項羽の逆を行けばいいんだと思うわけですね。なので、始皇帝の組織と違う組織を作ろうとするんですよ。始皇帝ってのは何をしようとしたかというと、それまではですね、地方のですね、王様とかいろいろ治めてたわけですよね。封建制ってそういう感じですね。土地をあげるからあんた治めちゃいなよって、大名みたいなもんですね。薩摩は、島津が治めてますとかね。ここは私が治めてますとか言って、それで頼むよって言って、地方のリーダー、文献が聞いてるわけですよね。ですが、それがですね、要するに、独立国となって裏切ってくるというのがあるっていうのを、見越してですね、中央から官僚を派遣するっていうことをやるわけですよ。ね、中央のその始皇帝が、じゃあ君、あそこの県に行って、あそこの県に行って、中央から全部官僚を派遣するっていうね、そういうやり方をしたんだけれども、地方は地方で自治させてくださいよとかっていう人たちとぶつかってですね、うるせえとか言って、でもこの始皇帝のやり方の方が今では一般的なわけですよ。ね。都知事とかね、います。県知事とかいますけども、言ってもその国っていう組織の中で、その地方ってありますよね。福岡独立しますとか言わないですよね、急に。どうしたとか言ってね。福岡は日本国から独立するとかあんまないんですよ。どういうことね。ならない。でも今となってはそういう中央から派遣してっていう当たり前のやり方がその当時はなかったわけですよ。封建制ってやつですね。ですが始皇帝は新しかったんです。ルールが大事、法律が大事、その上で中央集権の中央管理が大事、全部分かってた。だから天才だった。ただ彼に何がなかったか、道徳がなかった。道徳者たちを埋めちゃったわけですからね。俺の方が分かってんだから埋めちまえたんって言ってですね、埋めちゃうんですよ。優しいやつが、うわーなんて道徳一番ないなんて、粉飾工事、笑い事じゃないです、本当に。そんな中で、劉邦たちは、始皇帝みたいなことしたらあかんってなるわけですね。よし、ちゃんと、地方は任せようって言って、俺は部下のおかげでここまで来れたんやってね。よし、部下たちに任せようって。俺は人望の劉邦やって。項羽とは違うんや。ね。お前あそこ任せだ。お前あそこ任せだ。お前あそこ任せだって言うんですよ。ところがですね、中盤から不安になってくるんですね。大丈夫か
怖い。ね。特に超優秀な奴らがいたから、ここまで来れたんですね。俺よりもあいつらの方が優秀だよね。優秀ですね。やばくないってなってですね、怖くなってですね、部下たちがですね、やばいっすよって。多分裏切りますよ、あいつらってなってですね、変えるって言ってですね、その後に降格させたり処分したりして、自分の子供たちを結局は派遣するようになるんですよ。一族支配をさせるようになる。これはなかなかハードなんですよね。この部下を信じる、信じない。権利をどれぐらい与える、与えないの正解というのに至るまでも、だいぶと人類は時間かかります。信用すれば裏切られ、信用しないで粛清すれば恨みを買うというのが長く続きます。いかにして部下にエリアを任せるのか、これもとても大きな課題として劉邦は残った。人望の劉邦でさえも部下に権限を持たせることに関してはとても苦心したというのが現れております。さあ、この劉邦が始めたのが漢でございます。来ましたね。さあ、この、始皇帝の秦の後に、劉邦の漢が来るんですけども、この漢はですね、中国史上燦然と輝く長期王朝なんですよね。一度、秦というですね、新しいという字の秦という字を、の王朝を十数年ね、挟んでもう一度漢が復活するんですね。前漢と後漢なんて言われますけども、両方漢なわけですよ。この漢は長いんですね。はい。中国というのは、あれに荒れ狂った後、劇的に改革する王朝が短期で終わり、その劇的な改革を利用して長期王朝が成り立つというのを何度か繰り返します。それの最初の長期王朝こそが漢なわけですよ。ねえ、もう発足の殷周がね、もう女性でギャーなってね、戦国やー言うて、春秋戦国ずーっと戦って、ようやくまとめた天才が始皇帝があまりにも苛烈だったから、亡くなったわけですよね。しかし万里の長城というガードを作ったり、ルールが大事だよというイノベーションとか丸い通貨とかいろんな新しいものを作ってくれたからこそ、人望の劉邦がですね、うわーとかなってもですね、その後に続いたわけなんですよ。そんな劉邦の後に名君と言われる人が現れました。それが武帝でございます。この武帝というのがですね、ふんと言ってですね、なるほどというわけですね。ようやく発見するんですよ。道徳大事。そうなんですよね。始皇帝は賢かったんです。ですが何がなかったんだ？天才に何が道徳やーと言ってですね、勲章工事があかんかったんやと。儒教大事じゃないかということで、この武帝が儒教をついに公認するんですね。儒教公認言ってですね、この皇帝システムという統治の仕組みと、ね、儒教という道徳のソフトウェアが中国によってようやく噛み合うわけですね。これはまさにアショーカ王マウリア朝ね、小国乱立のブッダの時代からですね、統一ってやったアショーカ王がですね、その仏教を採用と言って仏教を公認したのと一緒。ローマ帝国の時代にコンスタンティヌス帝が、ローマの帝国に必要なのはキリスト教の愛だって言ってキリスト教を採用したのと一緒にですね、この大きな盤石の帝国というハードウェアに道徳や思想といったソフトウェアをインストールすることによって、国民を統治する大きなものになったわけですね。人類はついに帝国&道徳というですね、大きな武器を手に入れることになります。これが古代の最盛期と言っても過言ではないと思います。さあ、そんな中ですね、ただこの武帝っていうのはですね、武の帝なんですよね。この武帝とかなんとか武帝とかですね、言うんですけども、これね、異名なんですよ、実は。はい。実はその中国の皇帝はですね、本名劉なんとかとかね、李なんとかとかいますけれども、その皇帝になってですね、どんな皇帝だったって言って最後あだ名で呼ばれ出すんですね。それで、基本的にですね、その戦いが強かった皇帝のことを武帝、なんとか武帝とか武帝って呼びまして、その政治が上手かったっていう人を文帝とかって言ったりするんですよね。なので、なんとか文帝とかもいるんですね。そこら辺がちょっと、パニックになるところで、高祖なんとかっていう、この高祖っていうのは王朝を建てた人のことを言うんですね。大宗なんとかっていうのは、その王朝を建てた人じゃない2代目、3代目あたりを言うとかね。
その異名みたいなのがいっぱいあるんで、高祖といえば劉邦でしょ、いやいや、こっちも高祖なんですよ。なんで、いや、それは王朝建てたからとかね。こっちの文帝とこっちの文帝違うの。まあ、その異名なんだよね。政治派の人だったんだよね、みたいな。もうこっちも武帝、こっちも武帝何なの、その戦争が強かったんで。なので、この前漢の武帝というのももちろん本名があるわけですけれども、まあ、戦が強かった武帝と言われてる。それなぜか遠征をよくしたんですね。来ました、遠征。この世界史において私が警鐘を鳴らしたのは、常に遠征を行うと衰弱するよって話なんですね。ですが、この遠征を行って最大領域を誇りましたなんていうのがですね、わあ、最大のエリアはこの皇帝の時だ、実績があるなんて言ってですね、覚えられたりして、武帝なんて言われるんですけどね、大体その後衰退するんですね。この武帝もですね、この遠征によってやはり衰退していくというところがあります。そしてこのあたりからですね、漢はですね、衰退のもう一個のパターンというものに陥っていくんですね。それが何か、来ました。しくじり人類史のですね、大きな負の遺産、それが宦官でございます。来ました。怖いです。宦官でございます。さあ、中国というのは一体何に苦しんできたか。それはですね、権力者がですね、とにかく、その、色欲にまみれてしまうというのにね、ありました。そして色欲の争いを抑えるために、皇帝は一体どういう風にしていったかというとですね、身の回りの世話をする人たちが、自分のね、集めた美女に手を出さないように、その生殖器を奪うというですね、やり方をします。とんでもないです。とんでもないです。つまりですね、男性スタッフ全員ですね、一見、虚勢すると。男性スタッフ全員虚勢。これ大変なブラックです。これはやめてほしい。男性も募集してるんですね。じゃあ僕も男性スタッフは基本的に虚勢されるんですけど、ちょっと待って。なんでですか？間違いが起こらない。間違いしませんから。しませんからって、ね、信用できません。皇帝の周りなんだ。これ信用できません言うてですね。基本的にその皇帝側の色欲を抑えるのではなく、皇帝の周りのスタッフの色欲を抑えるという方向に働きます。この宦官という文化がですね、後にこのね、古代中世の終わり、新王朝の終わりまで続きます。新王朝の終わりまで宦官というのは居続けるんですね。ただこの宦官というのはどういう状況から発生したかというとですね、基本的にはですね、まず死刑というのが一番重い刑だったわけですね。ですがその死刑の一個次に重い刑として男性のそのですね、生殖器を奪う。ね、それで死亡してしまう例もあるんですけど、それでギリギリ生き残るという人もいたわけですね。ですがとてつもないですね、ダメージを負いますよね。その虚勢されたっていう、その内面から虚勢するとかじゃなくて、その外部手術、外科手術によって、虚勢するわけですから、とんでもないダメージですよ。ですが生き残ったという人がですね、その、罪人としていたわけですよね。ですが、それがですね、要するに皇帝のですね、高級、後ろ宮、その江戸城でいう大奥ですよね。大奥で働くスタッフとしてですね、いいんじゃないって言われ出すわけですよね。あれなんですよ。皇帝の身の回りの世話するんだったら、宦官が一番いいんじゃないって言って、宦官が皇帝の周りにお金出すんですよ。そうすると宦官の地位ってガー上がってくるんですね。そうこうしているうちに、皇帝の周りに行きたいから宦官になるって人も出てくるわけですよ。そういう流れで宦官になった人たちというのはですね、要するに一個大きな人間としての幸せを放棄してますよね。喪失してるんですよね。だからこそ異常なまでに権力への欲望が強くなってくるんですよ。絶対に偉くなる。なぜなら子孫を残すことはもうできないということを選んでまで、この裕福な暮らしを選んでるのだから、この宮廷闘争には絶対に勝ちたいとなってくるんですね。その結果どうなってくるのか。皇帝が強くて聡明な時は宦官を支配しているんですが、実はなんと宦官にですね、聡明じゃない皇帝になった途端に支配されてしまう。逆支配を受けるんですね。どういう風にされるか。それは往々にしてですね、皇帝は世襲制なんですよ。世襲で皇帝の次となったら子供に行くんですね。宦官にとって都合が悪いのは優秀な皇帝が世襲することですよね。なので、なんとかいろんな手を使って、とても猛邁な暗君をですね、
接収させるように仕向けていくんです。これは国益としては最悪の逆方向ですよね。ですが宦官としては絶対にそういう動機になるんですよ。頭のいい皇帝だったら俺たちが付け入る隙がないからな。頭の悪い皇帝になろう。いや待てよ。頭が悪いだけじゃない。子供だったらいいんだよ。俺たちの言うこと聞くだろ。頭の悪い幼い皇帝にするんだ。と言って、要帝を立てるってやり方するんですね。要帝を立てて、それの後見人として吹き込んでいくという宦官の腐敗政治というものが、この前漢の時代をですね、腐らせていくんですね。皇帝の絶対的権力を守るために作られた歪な制度、それが宦官。しかしその宦官が、歪にさせられたその欲望をですね、なんとか達成するために、逆に国の中枢は腐敗していくということになります。そして前漢が腐敗した時にですね、乗っ取られた政府が秦。しかしその秦をですね、もう一度乗っ取り返して五漢というものが生まれます。やはり漢民族。このね、漢の時代はですね、非常にですね、中国の誇りになっているのは漢民族というね、漢民族とこれが中国の人間だという民族がありまして、その漢民族が作ったのが漢字ですよね。漢字って言ったらね、もうみんなが使ってる。日本だって使ってる。ね。もう中国といえば漢字。その漢の字なんですよ。漢字を作った漢民族がね、誰に乗っ取られてたまるかというと五漢が立つわけですね。そしてこの五漢で、名君が出てくるんですね。これが光武帝。光の武帝でございます。来ました。光がついてるだけあって、やっぱり良さそうですよ、なんだか。ね。この光武帝はですね、ははーんって言うわけですね。どうやら戦争したら国疲れるな。当たり前のことにようやく気づくんですよ。戦争ばっかしてたら国疲れるよねっていうのと、欲望にまみれたら国民疲れるよねってようやく気づくんですね。光ですね。光の皇帝ですね。光の武帝がはー気づいてですね、戦争やめようって言ってですね、戦を禁止するんです。なんと。ね。五冠になってですね、戦禁止って言ってですね、戦うっていう言葉を、高級、これは大奥っていう意味であり、皇帝のいる住居ってところなんですけど、王宮内でですね、スタッフがですね、戦うっていう言葉を使うことすら禁じられたそうです。ね。いやー、これはもうね、スタッフ同士の戦いですから、すいません、こぶてって、はぁっていうね、ダメだって言ってるよね、っていう形ですね、戦う全般がダメなんですよね。俺たちの戦いだとかね、なんとかの戦いだって、全然ダメです。争うとか戦いとか全部ダメ。ね。争ったり戦ったりしてはいけない。ね。戦いによって疲弊するんだから。あと、重税によって疲弊するよね。言ってですね、この光武帝は完全に内政を重視して、減税していきます。減税する。減税しよう。国民大事にしていこう。減税する。で、奴隷も解放する。めちゃくちゃいい皇帝だったんですね。この光武帝、めちゃくちゃいい皇帝でですね、その光武帝によってですね、前漢の後の五漢も栄えることになり、漢というのはものすごくですね、重要な、最初に神保の劉邦がいて、そのうちに儒学を公認した、道徳が大事だと気づいた武帝がいて、その後に光武帝というのがいたんですが、やはり何がまずいか。宦官。結局のところですね、皇帝には大量の女性、ね、高級3000人と言われましてですね、基本的に数千人の美女をそこに置くという、そして優秀な皇帝の子孫をたくさん残すという、この仕組みが間違っていることになかなか気づけないんですよ。そして、歪な宦官という仕組みはですね、この光武帝がいなくなったら、やっぱりじっくりとですね、宦官が出てくるんですね。光武帝は30歳で即位してますね。今の平均寿命からしてもなんかちゃんとしてますけど、その頃からすると立派な大人なわけですよ。で、光武帝の次の皇帝も大人で即位してます。ですが、その次から10代連続で、10世代連続で、ティーンエイジャー以下の幼帝なんですよ。はい、五冠も終わっ
そういうことです。あんなに名君皇武帝がですね、減税大事、国民大事、戦争ダメ言った後でもですね、それが2代渡ったらですね、いずれ聡明な皇帝は終わるって言ってですね、宦官たちが支配されるんですね。で、妖帝がついてですね、こんなちっちゃいですね、漫画アキラのですね、表紙とかになってるですね、子供がなんかすごいバカでかい玉座座ってみたいな、ああいう状態になってですね、おじいさんたちがこうやって口打ってですね、シャ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 って言ってですね、もう操作されちゃうんです、妖帝がですね、分かったとか言って、僕はもう何でも任せるよとか言ってですね、それで、あとは全てこちらにお任せくださいとかですね、皇帝陛下はあちらで、女子たちとお遊びください。分かったとか、ははとか言ってですね、キャハーとか言ってですね、キャハハとか言ってあっちでですね、陛下、こちらへどうぞとか言ってですね、美女たちがですね、あとは私たちにお任せくださいとかですね、あとは全て俺たち、我々宦官で全てをこの中華を支配するんだとかって、そういう感じになるんですね。恐ろしいですね。皇武帝が現れてもダメでした。つまり、どんだけ徳を積んだ素晴らしい天才が治めたとてですね、ルールが曖昧であれば、その人望のある政治はですね、続かないってことなんですよ。素晴らしいルールを天才が生きているうちに作らなければ、後に悪しき者に必ず奪われ、その国家、集団は蹂躙されるだろうというのが、この中国の歴史や指し示すことなんですよね。それは古代ギリシャにおいても選手政治だと言ってですね、すごい徳の高い人間が15年だけいい政治をしたんですけど、その後をですね、乗っ取られてギャーなる。いっぱいありました。ローマ帝国もそうでした。インドでもそうです。とにかくですね、いい君主というのはもう持って30年なんですよ。持ってたった30年いい政治をしたらもう次に乗っ取られてしまうということでございます。そして五冠は完全に腐敗の極みをいたしたんですね。宦官たちがですね、もう十常時というですね、10人の常にはべる者たちというのがですね、皇帝を完全にスポイルした状態になりましてですね、その宦官たちがもう賄賂にもうむちゃくちゃをしていた時にですね、もう許せるかーって言ったらですね、武将たちがね、立つんですよね。もう、その中でも、ね、ここから三国志が始まるってわけなんですよ。この三国志がまあ面白い。私も大好きな漫画で、蒼天航路って漫画あるんですけどね。もうこれ見てください。もう三国志はもう世界史ではキュッてされますんで、もう、蒼天航路見てくださいってことですね。妖帝を立てればいいんだな、なんつってですね、とんでもないですね、やつがですね、もう十条寺をバーンやってですね、その妖帝を担ぎ出すんですね。本当に担いじゃうんですね。それ東卓っていうですね、ものすごい暴虐のやつがですね、妖帝を立ててですね、もう俺が乗っ取るっつってですね、やっちゃうんですね。したら東卓は、逆賊だーとか言ってですね、もういろんなやつが立ち上がるんですけれども、その東卓のですね、東卓が東卓で部下に裏切られるパターンなんですね。とんでもない、もう最強の武将を抱えてるんですよ。暴虐の王、東卓がですね、最強の武将、呂布っていうのを抱えてるんですね。ですが、この呂布っていうのはですね、頭そんなに良くないんですよ。いろいろとそそのかされて、この呂布がですね、東卓裏切るんですね。ギャー裏切られパターン、項羽に続きの裏切られパターン。しかしその呂布もものすごく頭のいいやつにやられる。それが曹操なんですね。来ました曹操。この三国志における曹操というのは、三国志演義という小説及び横山三国志と言われる日本で最も読まれている漫画においてはですね、敵役なんですよ。ラスボスなんですよ。ですが、政治史の三国志の方では主役は完全に曹操なんです。はい。なぜかというと、力バランスで、パワーバランスで言うとですね、もう本当に7対1対2で、曹操、劉備、孫権。それぐらいですね、もう全然格下。劉備と孫権は、もう曹操が圧倒的天才で、圧倒的パワーバランスで北部を支配してたんですね。ガーンね。この曹操の個性が完全合理主義者。だからまあ言ったら、始皇帝とキャラはかなり似てますよね。非常に合理主義で能力主義ってことですね。旧権令って言ってですね、もうこんなに腐敗したスポイルされたですね、もう官職を金で買うようなね、ポジションを金で買うような、そういうですね、腐敗した、ね、政治とですね、儒者とかももう腐敗しちゃってですね、儒家も、キリスト教もそうでしたよね。教会にですね、教会に行けば、ものすごい、聖職者になればあれだよね、いい暮らしできるんだよね、とか言ってですね、牧師ね、司祭になるの金で買えるみたいなね、任命権を金で買うみたいな腐敗していくんですよ。儒家もですね、推薦と道徳って言ったんですけどね、その推薦がコネがですね、悪い方向に使われてですね、お金をやり取りしてとか腐敗してるんですね。もう腐敗した家柄推薦はもううんざりだってね。
能力だけで見るって言ってですね、旧権利やってですね、能力で高いやつもならず者だろうが貧乏にならず全部来いって、それでものすごいイノベーションをしてるんですね。この曹操というのはすごい。しかもこの曹操がすごいのはですね、全く自分は皇帝にならなかったことなんですね。実はこの曹操が作った魏という国、劉備が作った蜀という国、孫権が作った呉という国があるんですけれども、この蜀と呉に関しては劉備と孫権が皇帝を自称するわけですよ。俺だって皇帝だ俺だって皇帝だってってですね、皇帝は一人じゃないのなんていうですね、常識を覆してですね、三国時代だって言ってですね、俺だって皇帝だってやるんですけどね。ですが曹操はやってないんですよ。曹操はその息子がやってるだけで、曹操はあくまでもですね、董卓から要帝を奪い返して、私はね、前の王朝の漢をね、守ってるものでございますと。私は守護者ですという旗の取り方までうまかったんですよ。ね。要するに要帝を立ててこうやって操作してた十条寺をやってですね、その違う要帝を立てた董卓がですね、暴虐の民だと言って、そいつをやってですね、要帝ですけども立てたわけじゃなくて守ったんだっていう立ち位置、ポジションを取ることによって、正統軍はこっちだと。ね。メインストリームは曹操にありっていうことでどんどんと勢いを増していった曹操。その要帝こそが大事で、自分が皇帝を名乗ってはいけないっていうふうに曹操分かってたんですよね。なので、あくまでもこの要帝がですね、もう曹操お前が皇帝をやればいいじゃないかとか言ってもですね、私は皇帝になるつもりはございませんって言ってですね、それで、義王となるんですけれども、そのうちに曹操の息子、曹丕に継がれるまで、曹丕が、皇帝になるまではですね、皇帝にならなかったというクレバーさも持ってるんです。ですが、この盛り上がりどころはですね、石壁の戦いってやつなんですよね。この圧倒的強さを持つ曹操に対して、この劉備、ね、負けるんですよ、一回、なんつって殺されかけろね、もうダメだもん、曹操勝たねえってなるんですけど、そこでですね、孫権と手を結んだら人は吹かせられるんじゃないかということで、孫権と手を組んでですね、孫権側もですね、劉備と手を組んで戦うか戦わないかとかってって迷うんですけどね、曹操にかないませんよとかってとかなるんですけどね、バーンって言ってですね、孫権も怒ってですね、お前らもうその、劉備と組んで曹操と行くぞいや、怖いですよってうるさいとかってテーブルバーンって言って、お前、テーブルみたいになりたいか言ってですね、テーブルバーン切ってですね、テーブルみたいになりたくないですよじゃあ行こうとか言ってですね、それで劉備と孫権で行くんですね。石壁や言ってですね、行くわけですよ。この石壁の戦いって面白いんですよね。向こうのですね、川下ってですね、孫権たち、曹操たちがですね、船で大軍団で来るんですけど、うまいことですね、その曹操軍たちをそそのかしてですね、船同士を鎖で結びつかせるというね、その方がいいですよ、この先はとかってね、裏切り者のスパイとか入れててですね、船をですね、鉄の鎖でですね、がっちり固めていくんですよ。それがどうなのって皆さん思いますよね。ここがポイントなんですよ。その上でですね、劉備のですね、軍師のね、孔明が風読んでるんですね。風来るよ、とか言って。南から風吹くよ、と天才軍師孔明が、ね、風読んでるんですね。はい、こっちからこっちに風吹くから、こっちから突っ込んでとか言ってですね、合図出すんですね。そしたらですね、曹操様の軍団に裏切らせてくださいって言って、劉備とですね、孫権軍から、裏切ってきた奴らが船で近づいてくるっていうですね、お芝居を打つんですね。裏切りたいんですよ、劉備と孫権を曹操様の方に近づかせてくださいって言って、なんだなんですね。あいつら弱えからビビって部下に裏切られてんじゃねえかよって、あいつらこっち近づいてんだよ、こっち招いてやれとか言って、曹操軍は余裕だからですね、招いてやれもしょうがねえなとか言ったらですね、その船がですね、ブワーッと火がつくんですね。とか言って。なんだ火がついたぞとかですね。火ついてですね、そのガチガチに鎖で固めた曹操軍に火をつけて突っ込んでいくんですよ。あいつら突っ込んできてる避けろ避けれませんなんでだ鎖で繋がってますまさかとかで全部が燃え出す。これが石壁の戦いですね。ザコどもが言うてですね、撤退じゃーこれが石壁です。曹操軍に人は吹かせたぞイエーイこれ映画化したのはレッドクリフって映画なんですね。ここは三国志で非常に盛り上がるところなんですが、じゃあどうなったかというとですね、この三国志、この曹操、仁徳の劉備、そしてね、引き継いだ、継承している悩める孫権とかですね、いろいろ魅力的な奴らいますよね。そして孔明とね、あと関羽とね、張飛とかね、はい、劉備の部下のね、義に熱いね、もう曹操にどれぐらいスカウトされても絶対になびかない関羽っていうね、後に商売の神としても崇め立てられる関羽とですね、とにかく、やんちゃでもう、無鉄砲でちょっとつ申しの張飛とかね、あと頭がと
にかく言って風を読んでるね、孔明とかいるわけなんですけれども、その結果どうなったかというと、結果的にですね、この魏という国の参謀である芝居っていうですね、孔明のライバルがいるんですよ。この芝居っていうね、参謀。曹操軍の参謀がいるんですよ。曹操自体はめちゃくちゃ頭いいんですけど、その参謀もめちゃくちゃ頭いいんですよ。ですが、この芝居の一族であるところの芝燕が天下を取ります。どういうことって、どうしたの？曹操の子供たちとして、曹操は天才だったんですよ。でもその子供まで全員天才であるわけじゃないんですよ。なんとこの曹操一族よりも、芝一族の子供たちの方が優秀だったんですね。その結果、芝一族に義は乗っ取られるんですよ。そして、その芝居の子供たちの子孫である芝燕というのが、この義を乗っ取り、その後蜀を潰して、呉を潰して統一するんです。それが秦なんですよ。芝燕が取るのと。そうなるんだ。芝燕なんだ。なるほどね。でもね、曹操のその子供たちよりも優秀だったぐらいだから、よっぽど優秀なんだね。その秦すごいんじゃないってみんな思いますよね。芝居の政治見てみたいと思うわけですよ。そんな芝居の子孫で、しかも曹操の一族を下して、しかも呉と蜀まで潰しても天才やないの、天才やないの、どんな政治すんのって言ったらね、女に溺れる。待って。芝居、どうした芝居。天下取るまではすごいんですよ。おりゃー言うて、芝居一族のDNA 見せたるわ言うて。曹操のね、親分の息子さんたちももう全然ボンクラです。私に比べればもう IQ 全然違います。ってね。乗っ取りました。その上で蜀も呉ももう敵じゃありません。潰しますよ。よしやった天下取った万歳万歳言うてですね、呉のね、高級ね、からですね、美女をですね、呉潰しました。高級どうしますってね。全員滅しますか虐殺しますかいやいや、待てって。ちょっと見せろってね。めちゃめちゃ美女揃ってるやないか。もったいない連れてこいってですね、その呉の高級さー連れてきてですね、うちの義の高級どうなってるわですね。もうその曹操様の頃から美女揃えてますからねって。そうか残しとけ合わせろ言って合体さすんですよ。高級合併してですね、過去最多、中国史上過去最多、高級3000人、うわーな、中国3000年、高級3000人、うわー !3000 人と3000人足してどうなったかと1万人になったっていう。数が三国分の高級で1万人の高級できたぞー言ってですね、芝燕、司る馬の炎とかですけど、違う炎がブワー俺は高級にこもる。言ったね。俺は高級にこもる言うたんですよ。それでですね、どうしてたかというと、後の半生をですね、基本的に高級をうろうろして終わるっていう。何してんの芝燕どうした天才。どうしたお前。1万人いますからね。もう遊びきれないんですよ。でもどうしたかというと、羊が引いているんですね。まあ、そのね、馬とか牛とかは外だったら早いですけどね、言ったらその敷地内ですからね、羊が引いてる、ゆっくり引いてるですね、車に乗ってですね、まあ言ったらそのね、リリーフカーみたいなその感じでしょうね、もう乗ってですね、羊が止まったところで降りて、そこにいる女性たちと宴をして、楽しんでまた翌朝を迎えるって、そういう状態らしいんですよ。その結果でもですね、1万人のその女性たちは熾烈なバトルがあったらしくですね、全然来ないね、皇帝ってなるわけですよ。多くないって。チャンス少なくない私って。待ってよく考えて1万人いるんだよ。一晩一人だとしてよ。365人じゃないの、1年で。でも10年経って、いくら計算がね、3650人。待ってよ !10 年で3650人やったらこれ、もし最後の最後だったらこれ30年後よ !30 年後も全然違うよって。これどうしようって言って、羊引いてるから、芝燕様羊引いてるから、羊止まる仕掛け大事や言うて、なんか餌置いとこう言うて、舐めそうなもん置いとこう言うて、塩置いとこうって言って、持った塩をですね、家の前に置いてですね、芝燕の羊が舐めるのを待ってたって、これがですね、現在の盛り塩の始まりだそうです。どういう由来
なんかお清めの塩を置いてんのかなと思ったら、あれ芝園の羊舐めさせるとこから始まったらしいんですよ。全然腑に落ちない。なんか、明日話そうとも思わないっていうね。明日話そうとも思わない豆知識。それが森塩の由来は、芝園の高級1万人の、女性たちが、俺30年待ってられるかいと塩置いとけいうところから始まったというお話でございます。で、これはですね、要するにどんだけ天才でも結局、天下を取ったら表変する可能性があるってことですね。これはですね、最初からもうこんなだったっていうだったらまだわかるんですよ。最初はバリバリやってたのに、天下を取ったらパーンなってですね、よし、美女と遊ぼうってなるっていう可能性が全然あるよってことなんです。そしてそういう人は、この芝園一人で終わらないんですよ。このパターンまた来ます。芝園パターンがまた来ますということですね。そして、女性に溺れた後ね、何が待ってるかというと、乱世が待ってるんですね。何の学びやったんやって、飲酒の後やったやろうとね。もう酒池肉林して渓谷の美女や言うて、脱気のせいでって言った後に、もう春秋戦国じゃーってなった後に、ようやくもうそんなことしたらあかんとか言ってね、宦官揃えましょうとか言ったけど、宦官システムがですね、機能しすぎて、高級の人数がどんどん増えていったんですよね。3000人集めても誰も手出されませんとか言ってね、もう男性スタッフ全員あれしてますからって、もう怖いよ、男性スタッフ全員あれしてるからもう手出されませんのでね、もう女性増やしてくださいですわ、言って、あ、そうですか、言うてね、その結果も宦官が十条寺とかになってね、あれ、全部任せたよとか言って、そういうので腐敗したにもかかわらず、それで腐敗した国を救うために立ち上がった三国の英雄たちの参謀の子孫がやってることがまた同じことなんですよ。何しとんおい !1 万人も集めて、言って、その後ですね、もうこんな堕落してるの、いやいや言って、南北朝時代ってのが来るんですね。この南北朝時代ってのは北朝の方にですね、要するに、万里の長城を越えられちゃうんですよ。もう異民族をですね、こうやってわー来るなっていう、これがね、重要な業務なんですけども、もう女性に溺れるとですね、そういうの、異民族、わからんとかになってですね、もうどんどん押し込まれて、元々の人たちが南に押し込まれて、北の方が全部取られちゃう。ただここ中国面白いんですね。北からガンガン異民族が来るんですよ。で、時々北が完全に制圧されるんですけど、これポイントなのは南が長江文明、北が黄河文明ですよね。どっちの方が農業しやすいかというと、南しやすいんですよ。はい。なので、うわー南に追い込まれたいい部屋ってなるんですよね。うわーなんつって、強盗来たこっちの部屋に避難いい部屋で暮らしやすいっていうね。意外とここら辺がコンパクトでいいんじゃないのつって、意外と南北朝の南朝の方がですね、豊かに暮らしたりというわけわかんないですよね。いらなかったんじゃないっていう。全土いらなかった。もう南だけでよかったのね。南でいいんじゃないですかね。とか言って、ね、南だけでとか言って、南朝と北朝で、異民族作った北朝と、追い込まれた南朝っていうのはあるんですけれども、ですがやっぱり統一したいというね、ロマンを追いかけてですね、もう一回統一するぞー言って、隋ができるんです。来ました隋といえば遣隋使ですよね。聖徳太子が隋勉強してこようって言ってですね、遣隋使派遣して、ああなるほどね、そういうのあるんやって言って隋のやり方学ぼと聖徳太子に言わせるぐらいですね、隋は栄えてたんですね。大きかったんですね。久々に統一された統一王朝隋、この隋においてですね、文帝が出てきます。来ました。今回の授業は初の文帝。そう、文帝は武帝と違いますよ。政治で大きな結果出してますよ。来ました。お待ちしておりました。文帝。さあ、この文帝はでかいものを作りましたよ。何か科挙。来ました。テストでございます。中国といえば非常に厳しい官僚テスト。科挙。これですよね。そう。能力で選ぶんだと言ったですね、曹操であるとか、合理主義でコネとか金とかじゃなくてしっかり能力選ばなきゃいけないよねという、スタッフの人事採用においてテストという仕組みがとても機能するよとしたのがこの文帝なわけですよ。中国とても人口多いです。もう玉石混交です。口がうまいやつもいれば容姿がいいやつもいますけども、政治で実際に必要なのは頭のいいやつでございます。この頭のいいやつをいかにして集めるのか、わからないな、ちょっと実績を言っても嘘をつく可能性がある、これもあるし、よし、テス
ストだ。統一テストだ。ということで、科挙という仕組みを作ったのもこの文帝なわけですよ。イノベーションですね。さらには、近殿制っていうのも作ったんですね。近殿制って何ですかね。近殿制っていうのは基本的に土地っていうものは全部皇帝のもので、その皇帝の土地を貸し与えまして、言ったら公地公民ってやつね。はい。貸し与えまして、はい、貸します。はい、貸します。だから、ね、田んぼを耕してください。税金を納めてくれたらその土地貸しますよと。いうですね、仕組みなんですね。これとですね、戸籍っていうものを合体させているのが近殿制なんですよ。戸籍をしっかりと、全部の土地を管理します。A というブロックはあなた、B というブロックはあなた、C というブロックはあなたですね。はい、A は田中さん、B は山本さん、C は佐藤さんですね。はい、全部管理しますから、だからちゃんと A からは田中さんから税金、はい、B ははい、C は佐藤さんから、はい、税金、はい、税金の徴収もしっかりとする。近殿制。さらに戸籍をしっかり把握していくことによって、徴兵制も不平制という形で、全部ですね、一括コントロールした。ねえ。実は国民があまりにも多いので、誰がどこにいるのかっていうのわからないんですよ。なんでかというと、それぞれ独立国に任せてたからですよね。地方の親分がいて、地方の親分に任せとけって言って任したらですね、誰がどこにいるのかわからないです。誰がどこにいるかわからないと、ちゃんと税金取ってるかどうかもわかんないんですよ。その上で徴兵するときもですね、その地方の親分の話を信じるしかないという、あやふやなんですよね。なので全部一括でコントロールするという戸籍。ねえ。戸籍をしっかりするというのは国にとって実はとっても重要なことで、これによって徴兵と徴税ができるようになる。はい。徴兵も徴税も取るっていうことですよね。国が国民を管理するときは絶対に税金と徴兵、この二つにとって最も重要だからです。はい。今日本でもマイナンバー制度とかやってますけどね、マイナンバーってなんでやるんだろうって言ってね、国が国民をしっかりと管理するためです。税金をしっかり取って、いざという時に徴兵できるようにするというのが国民管理のポイントでございますので、国民をしっかりデジタル管理するというのは今の国にとってとっても大事なことなんですよね。はい。この近殿制と科挙によって優秀な人間をしっかりと見つけ、さらに税金をまんべんなく取り、その上でしっかりと徴兵するということができるようになったのがこの文帝なんですよ。はい。ただこの隋の文帝っていうのは何を作ったかと、制度を作ってるんですね。すごい制度を作ってるんですけど、別に人徳があるわけではないんですよ。なので、人気かっていうと人気じゃないですよね。なんでかというと、統一テストと徴兵と徴税の仕組み作っただけなんで、めちゃめちゃ頭良くてめちゃめちゃ仕事熱心なんですけど、さほど人気ないっていう、これ文帝です。はい。そしてその次に現れた煬帝。怖いですよ。帝と書いて大って読むのと。煬帝の煬は太陽の陽なんですけども、普通小里編の太陽の陽なんですね。この小里編の太陽の陽っていう漢字は、ハッピーのサンシャインっていう漢字なんですけども、これ非変なんですよ。ファイヤーの方なんですよ。これ燃え盛る方なんですよ。だからもう熱いって燃やし尽くす太陽と書かれた煬帝。これはですね、とんでもないキャラクターですね。これ何したかというとですね、大規模公共事業をやったんですね。それが、黄河と長江という長江黄河の二大川がありましてね、この川本当はですね、一本の運河で繋がってるとめちゃめちゃ便利なんですよ。輸送がしやすいんですよ。横に流れてるなぁ。これ縦に繋がったら、こういう時バス停とかでもありません。バスの線とこことここに繋がって、うちのバス停だけ全然繋がってない。すごいとこで歩いてこっち、ここでとこなんです。こう繋がってくれないとかってありますよね。繋げたらええやんってみんな考えてたんですよ。それまでの歴代皇帝も。長江と、はいはい、こうが、めちゃ便利だね、横にはね。縦便利じゃないって言ってですね、縦にもう水繋がってるよみたいになってたんですよね。こうなって、こうしろって言ってたんですけどね、煬帝やるんですね。うん。隋強い。ね。隋すごい一個になった強い国で、もう文帝のね、先輩も文帝もすごいいいシステムで科挙とか作ってものすごい優秀な。で、その近殿制でものすごいやってるから、もうこれいけるって言ってですね、繋ごうって言ってですね、いけー繋げ大運河増設です。大運河の建設で、もう繋がるはずのない二つの大きな川をですね、運河を繋げろー言うて、うわ、大規模工業事業パート2。はい。万里の長城以来の長い工事。これあまりにも人手が足りなくてですね、もう男だけでは、屈強な男たちだけではちょっと人手足りませんって、女連れてけって、女たちだけでももう人手足りません。子供連れてけ、子供までと言ってですね、もう大不評というね。はい、この隋はですね、もう人気なさすぎてですね、文帝とですね、煬帝の人気がなさすぎて数十年で終わるんですよ。
これはまさに始皇帝の時と全く瓜二つなんですね。始皇帝も頭が良くて新しい制度を導入したんです。ですが全く理解されないですね。なんで儒者埋めるんですかとか、なんで法律が大事なんですかとか、なんで長城を埋めるんですか。大規模工業事業とその全く新しいシステムの導入を請求にしたがために人気がなかった。これがこの隋の時代なんですね。しかもこの煬帝悪いのが遠征までするんですね。高句麗に遠征だと言って負けて帰ってくるんですね。もう遠くまで戦うし、もう大規模事業をやるし、もう財政なんで困りますって言って、ただそれでパンって短命で、革新的な短命王朝が終わった後に続くのが、そう、秦についての漢と同じ存在。長期王朝なんですよ。それが唐でございます。来ました。なので中国といえば、三千と輝く王朝ってのは少ないんですよ。それがだから漢にある唐なんですね。漢とか唐は有名ですね。はい。この唐という国の時代に、はい。インドの方までね、ハルシャ・バルダナの方までですね、玄奘というですね、三蔵法師がね、インドに仏教を学びに参りますなんて言った時代でございますね。ちなみに漢の時代はですね、シルクロードでですね、クシャーナ朝を通り越して、中東を通り越して、ローマ帝国まで行った。つまり、大王朝が栄えている時は海外との交流でも非常に充実したものがあるので、漢の時代はローマ帝国と、唐の時代はインドのバルダナ朝と、いろいろとですね、交流があったと。ねえ、いうことなんです。さあ、この唐の時代、とんでもない名君が出てくるんですね。それが大宋李世民でございます。大宋というのは高祖に対して大宋。高祖っていうのは、始めた初代ですね。大宋というのは二代目なんですよ。ね。要するに二代目李世民です。この唐を作った人じゃなくて、この唐の二代目李世民というのがとても名君だと。ようやく来ました名君。ありがとうございます。グッバイ芝園ですよね。グッバイ中央でございます。グッバイ芝園でございます。待ってました。お待ちしました。久々の皇武帝以来と言ってもいいほどの名君ね。文帝も非常にね、優秀だったんですけれども、いい仕組みを作ったんですけれども、李世民は何がいいかというとですね、なんと聞く力を持っている初めての皇帝だったんですよ。貞観の治と言われてですね、この治めた年号、貞観の治はですね、非常に良かったと。なんでかって、皇帝が初めて聞く耳を持ってたと。部下を大事にするという人望のですね、劉邦って言いましたけども、頭が良くて、かつ部下の話も聞けるというですね、力を持っているのがこの李世民なんですね。この李世民はですね、部下の話を聞くということの、記録をまとめた貞観政要という本まで残ってるんですね。部下とですね、自分たちで話し合って、国を治めるのどうしたらいいこうしたらいいなるほどねとかいうのをなんと残しているという。とてつもないですね、この李世民。そしてこの李世民の時代の唐の時に作られたのが、三省六部、三省陸部っていうね、三つの省と六つの部というですね、三省陸部という統治機構なんですよ。ピラミッドです。はい。この三省六部というのは身分制度ではなくてですね、政府の統治システムなんですよ。三省、一省、二省、三省と三つの省がありまして、一つ目の省は皇帝の言った内容を文章にするという部署ですね。二つ目のポイントがポイントです。二つ目の省はですね、文科省、門の下の省と書きまして、文科省というところが、なんと、皇帝の命令を、その上のね、省がですね、文章にしたものを受けて、それを実行するかどうかを審議する省があるんですよ。これやりますやりませんいや、ちょっとこれはやんない方がいいんじゃないですかね。なんと、ここのですね、省は非常に権限が強くて、皇帝が言った案でもですね、やらない方がいいでしょうってみんながなったら差し戻すことができるという省なんですよ。それがあるんですよ。つまりこれは、内閣に対しての議会なんですよ。なんと内閣と国会の機能がここで備わったんです。そして国会の機能の下の3省目に6個の部署があるんです。その部がですね、現在でいう省庁なんですよ。人事の省と財務の省、財務税金の省、軍事の省、そして法律の省。これもうまさに今のですね、省庁の仕組みと全く同じ。財務省、法務省、そして国土交通省とかですね、総務省とか、そういったほぼメインどころの省が全部あるんです。なんと内閣、議会、そして内閣、国会、省庁という現在の政治システムがこの党では発明されたんですよ。うわー今まではもう皇帝が言ったら全部やれとかですね、やめだったらギャーとかなっちゃうわけですよね。ところが皇帝
VS 議会というものを作り、さらに皇帝の直属のですね、秘書官たちはですね、ああだこうだ言ったものですね、皇帝はですね、ふんふんと聞いてですね、それを文面に残すという。聞く力を仕組み化したものが国会なんですよ。皇帝というですね、ワントップを議会の賛成、反対の多数決のフィルターを通すことによって、あまりにも、わけのわからない命令に関してはストップ機能を設けるというセーフティーガード付きの皇帝が初めて生まれたのがこの唐なんです。そしてその仕組みを学びに日本からは遣唐使が派遣されたわけですよね。日本はまだ奈良時代、それが平安時代の泣くよウグイスでね、平安越境を超えてですね、その白紙に戻そう遣唐使、菅原道真の時に遣唐使を廃止されるんですけれども、奈良時代から平安時代にかけて、国家運営のですね、仕組みを学びに行ってたのがこの唐でございます。アジアにおいて進んだものをやったのは一体なぜだったのか。それは暴虐の皇帝によって、とんでもない政策というのが断行されてきたという負の歴史を積み重ねた結果ですね、唐の時代で初めて仕組みを作ったのが三小陸部だった。上岸西洋だった。もう最高の名君、李世民を携えてですね、それがなったわけですね。ですが、やはり李世民も死んでしまうわけなんですよね。で、李世民の後の3代目がありまして、その3代目の後の4代目になった時にですね、事件は起こるんですね。はい。4代目のですね、なったですね、時のですね、お母さんがですね、はい。3代目の時のね、奥さんなんですけど、3代目の時からおかしな動きはしてたんですよ。私もちょっと口出したいって言ってですね、奥さんが口を出そうとしてくるんですね。それで旦那の時はまだ我慢してたんですけど、息子になった途端、息子はさほど優秀じゃなかったんです。私の方が優秀やないの言うてですね、やめなさいあんたって言って、子供からなんと帝位を奪ってですね、自分がですね、中華史上初の女帝として即位します。それが側天武功ってのが出るんですよ。ね。で、側天武功かーいって言って、その奪われた息子はですね、わーとかなってるんですけどね、それだけは母ちゃんって言ってですね、もう一回奪い返すんですよ。ね。で、奪い返したよーって言ってね、よかったねーって言ってきた奥さんに毒殺されるって、それ最悪なんです。ここもう大揉めします。ね。この側天武功がですね、奪って、それをようやく奪い返したよって言った時に奥さんに毒殺されるっていうね。これがですね、その側天武功とですね、その意功というですね、その武と意を取って V のか、ね、コロナ禍のか、災いですね。お母さんと奥さんにですね、もうものすごい翻弄させられたというね、4代5代がありまして、その後にですね、その毒殺した奥さんを追放して現れたのが玄宗という皇帝なんですね。この玄宗皇帝はですね、非常にですね、能力主義で合理主義者ね、だったので、優秀だったんですよ。で、この上岸の地というですね、李世民の時以来の改元の地というのを行ってですね、すごい優秀なですね、政治を発揮するんですが、ここでリターンズでございます。一人の美女におかしくさせられてしまうんです。はい。美女におかしくされられる時のパターンは2つ。それは大量の美女。はい。1万人わーの時とですね、たった一人の美女、ダッキーわーの時と同じですね。たった一人の絶世の美女か1万人揃った美女でですね、皇帝はいかにインテリでもおかしくさせられてしまう。それの最強バージョンがやってきた。幻想皇帝をおかしくさせたのは、そう、世界三大美女の楊貴妃でございます。来ました、楊貴妃。楊貴妃だったらもうしょうがないでおなじみの楊貴妃でございます。楊貴妃好きやー言うてですね、もう政治に全く関心がなくなったらしいんですね。さあ来ました。しかしですね、このあたりからですね、また違う勢力がやってくるわけですね。さあ、この中国大きいです。政治、ものすごいコミットしてる間はうまくいくんですね。ですが優秀な人がコミットしなくなったらどうなるか。容易にして分裂してしまうということなんですね。さあ、この分裂がなぜ起こったのか。ね、隋の時の文帝が作った最高の仕組み、それは近伝制。はい、戸籍ですよ。これが崩れるんです。一体なぜか。それはですね、辺境の防備っていうのが中国のずっと課題だったわけですね。北から攻めてくるやめてね。でもずっと中央からずっと派遣してても大変だからですね、もう遠くの方はもうそこら辺の奴らで守ってっていう形で委託してたわけですよ。
ですがその委託するっていうことで地方の親分が出てくる。そうなんです。中央集権で中央からフルコントロールするというのは非常に大変なんですよ。なので地方分権で委託することによってそいつらが勝手なことを始めるんですね。土地はそれぞれ全部中央のものだった。しかしそれが地方のものになるとき、その独自の土地というのが生まれたんです。その独自の土地を荘園と呼ぶんですね。これは後に日本でも起こります。唐の時代まだ奈良平安でございますけれども、日本ではですね、中央のですね皇室が、天皇家が全部を抑える皇地公民というのを遣隋使遣唐使の時に分かってですね、そういうことをやって中央集権国家を作るわけですけれども、後にその中央集権の力が弱まった時に侍たちが出てくるんですよね。武士たちに貴族を護衛させる。その武士たちが自分たちの土地を持ち出す荘園っていうのができるんですよね。そしてそこをガードして守護とか地頭とかが独立して、そうなんです。武力かける自治によって、その土地が自分たちのものだ。ね。なので最初はですね、そういう委託して、やってる人たち、ね、言ったら侍たちのこと、節度使ってね、節度のある使いとか言って節度使っていうのを作ってたんですけど、これがまさに日本の戦国武将化していくわけなんですよ。侍、独立、戦国武将、地方大名となっていくということで、あれだけ大帝国を誇った唐というのがバーン分裂する。それは戸籍制度が崩壊するからなんですよ。地方の土地っていうのを独自の土地に持つとですね、要するに、その、国民、農民に土地を貸してたよっていう戸籍っていうのがですね、なくなってしまうんですよ。独自の土地ですからって言って、あれ情報がない。ね。で、こっちで税金も徴収しておきますんで、ああ、そうなのって。逆戻りです。全部を中央で戸籍を抑えることによって税金と徴兵、徴税と徴税ができるようになってたというのが全部ですね、バラバラになっていく。なぜか、楊貴妃に夢中だった。もう、というね。ですが、これ幻想皇帝が楊貴妃に夢中になって、他のですね、荘園ができても十何代続いたんですよ。すぐには滅びなかった。なぜか、システムが硬かったからなんですね。この三省陸部という官僚機構っていうのがかなり頑丈に、機能してたことがここでわかります。要するにトップがおかしくなっても議会とか省庁があればなんとか集団は保てるという。トップがおかしくなったら即崩れしてたのが中国だったんですけれども、この官僚機構と国会という議会と官僚機構を整備しておけばトップが容易におかしくなったともですね、おかしくなっても容易には崩れないということもここの党で証明されます。ですがそれも限界が来て5代10国というですね、もうまた戦国時代に来ます。うわー、4度目ですか。春秋戦国ありました。三国志ありました。南北朝ありました。5代10国ありました。大きなものが崩壊したと、うわー、戦乱の時代来ます。そしてそれをなんとかまとめたのが宋でございます。はい。宋の時代といえばね、日宋貿易、言ったら平安のね、末期の平清盛とかが日宋貿易とかやったら、その、日本は平清盛とかの時代ですね。その宋の時代に、5代10国荒れ狂ってたのをまとめたのが、張教員でございます。張教員という男がですね、非常に、戦が嫌いだったんですね。来ました。皇武帝キャラですね。皇武帝と戦って言わないで。もう戦の言葉狩り。それをした皇武帝以来の戦嫌い。この張教員はですね、野心もなかったんですね。俺は皇帝になるつもりないぜ。ね。もう、でもこれどうやって皇帝になったかというと、弟がですね、ある日叩き起こしてきたんですね。兄ちゃん、兄上、起きな。眠いわって。なんだ急にね。ちょっとこれ着て、なんでこれはこんな偉そうな服着てどうすんだってね。これは皇帝の服だ。皇帝の服ってなんだならないよ、俺は。ならないって言うんだったらね、兄上。私、考えがある。どうした兄上が皇帝にならないのなら、私が兄上を殺して私も死ぬ。やりすぎだ。それはやりすぎだ。皇帝にならなければ俺を殺して、そんな思い詰めてんだよ。ちょっと出てくれ、この建物を。なんだよ、外に出るとこんな時間に、外に出たら仲間たちがめっちゃ待ってるんですね。うわー、兄貴が皇帝になるってよつって、うわー、ありがとう引っ込みつかねえなって言って皇帝になったんですって。何ですかそのチーマーみたいな
暴走族みたい。でも、それだけですね、もうみんなに押されてなったっていうエピソードが起こるんですよ。俺は嫌だ、皇帝は嫌だ、もう兄貴しかいねえんだから、なれ、ほら、みんなも言ってんだろ。うわー、お前が皇帝だよ、お前しかいねえだろ、あーってなるってよ、うわーってなったよっていうこの超教員。はい。この人はですね、絶対戦争はしたくないということで、全く今までと真逆のことをしたんですよね。今までのですね、科挙、ね、の仕組みに対して、勉強できるだけじゃなくて、性格も見ようとですね、面接も導入するっていう、微妙なバージョンアップですよね。その上でですね、いや、上からもう民族いっぱいずっと攻めてくる。はい、もう民族が攻めてくるのはもうずっとだから、つって。戦争したってしょうがないんだから、つってですね、お金払うっていうね。これお金あげるんで帰ってくださいって言うっていうやり方したんですよ。はあ、その手があったかと。戦争やんでてお金あげるってね。その結果どうなったかと財政難になるっていう。お金ない。お金、平和は難しいね。お金ないよなんて言ってて、いや、まあでも戦争ね、なってないから、ね、なんとかやりくりしようよとか言って、超平和主義のお金で平和をなんとか維持するというですね、この優しき超教員の層っていう時代をぶっ壊すムーブメントが起きます。それがチンギス・ハンです。やばいよ。モンゴルの青き狼チンギス・ハン。ユーラシア大陸に行くまとめて面倒を見ますというですね、ハーンの子供たちが現れるんです。チンギス・ハーンじゃないですからね。しかも、その層をぶっ潰して元にしたのは、チンギスのですね、その子孫のフビライですからね。はい。チンギスはもちろんモンゴルで大暴れしたんですけども、その世界中にですね、その子供たち、孫たちがですね、大暴れして、元はそのフビライが、ここはイルハンがとか、ここは、というですね、4つの流派に分かれてですね、世界中を制圧したんです。なぜか。はい。遊牧民なんですけども、その遊牧民とですね、軍事組織をですね、完全に、合体させた、千戸制、1000の家の制度と書いてですね、1000人の遊牧騎馬隊を組んだんですね。1000人単位で。で、その1000人がどういうやり方をするかと、移動とですね、遊牧とですね、軍事を一体化させてですね、基本的には家族を連れて、それがそのまま軍隊になるっていうですね、移動する遊牧民がそのまま軍隊として機能するという、完全超軍事国家なんですよ。全員が兵である。全員が戦士である。我々は移動する。移動しながら滅ぼす。いけーってですね、全員戦士っていう民族たちが、その子孫たちが全員がですね、牙に乗ってですね、世界中を滅ぼしに行くんですね。超軍事国家です。はい。現中国はもちろんのこと、中東においてもイルハン国っていうのを作りましたね。で、中央アジアにおいてももう一つ作りまして、ヨーロッパの方にも作ります。はい。ヨーロッパはロシアの方まで行きますからね。キエフ公国をぶっ潰して、ハンのものにしますから。チンギスの一族たちがですね、子供だけでなく孫の代まで強かったんです。もうとにかく強いんです。残虐で、そしてめちゃめちゃスピードが速くて、しかも頭も切れるというですね、チンギスの一族たちがもうとにかく全部を制圧します。それがなぜ滅びたと思いますか？ここがポイントなんですよ。もう軍事一本やり。超軍事国家なんですよ。はい。だから始皇帝最強版みたいな問題ですね。軍事一本やりです。内政は考えてないです。どうなったか。ね。その暴虐の王たちがですね、だんだんとですね、あるものにのめり込んでですね、それが宗教なんですよ。チベット仏教。チベット仏教にですね、要するに権力、もう叶えるものはもう全て手に入れたわけですね。死を目前にしてですね、あれどうしよう。平安貴族たちもですね、浄土信仰とかにどんどん行くね。死を目前にして全てを手に入れた貴族や商社たちはですね、やはり心の安らぎを求めですね、宗教の方にですね、救いを求めるんですね。そのチベット仏教の中で、ものすごい豪華絢爛のですね、金ピカの寺院を建てるという流派。これにのめり込んでったらしいんですね。そしてですね、そのチンギス・ハン、もう無敵のチンギス・ハンたちの子孫たちはですね、各地で大量に寺院を建立するんですよ。そして財政難になるんですね。やはりお金がなくなる。
基本的には遠くまで遠征し、戦争し、さらには浪費し、お金がなくなると弱体化するわけですよね。はい。そしてですね、最強のですね、そのチンギスの一族、フビライのですね、元。これがようやくお金がなくなってバタッと行く時に現れるのが明なんですよ。はい。朱元璋という男はですね、はい、皇武帝と名乗り明を始めます。この明の朱元璋こと皇武帝。これがとんでもない人間なんですね。今まで、だからめちゃくちゃ頭がいい、なんと、史上2人目の農民出身皇帝です。来ましたね。農民出身皇帝といえば劉邦ね。それ以来のですね、農民出身皇帝朱元璋皇武帝。はい。この皇武帝はですね、今までの制度をさらに強化するんですよ。三省陸部。なるほど。あれはすごい統治、だから内政の方に行くんですよね。はい。もう超軍事国家は広がりに広がったけれども、結局のところ内政まではうまくコントロールできなかったんですよ。そこを狙い撃ったわけですから、内政で行くんですね。はい。どうするか。ね。三省六部あった中で、さらに中央の権限を強化しなきゃいけない。なぜかというと、唐が崩壊したのは、地方勢力がやはり強くなった。はい。荘園制度によって、地方勢力が強くなったからですね。じゃあこの地方の反乱さえ抑えれば、唐の仕組みはうまくいってたはずだ。ここに気づいたんですよ。それでですね、まず、この三省陸部の陸部を皇帝直轄にします。はい。なので議会は残しますけれども、皇帝直轄の省庁を作ることによって行政のスピードを一気に速めます。はい。でもこんなことしたらですよ、皇帝の権限は上がるけども、皇帝の仕事超増えるんですよ。ですが、この皇武帝は、全てを自分でやる能力はあったんですよ。一日に数百件の書類を決済するという、全部自分でやるというですね、スーパーワンマン経営をやることによってこれを成し遂げました。さらに戸籍。この戸籍が崩れたことが唐の崩壊の原因だということを分析し、戸籍をさらに強化します。全戸籍をもう一度台帳に収め、土地の台帳も全部収め、そのリストを完全に作ります。さらに道徳も大事だったということに気づきます。仕組みだけでは良くなかった。それは秦の始皇帝の時とか、隋の煬帝の時で分かっている。儒教を保護した武帝や内政を重視した皇武帝の時のように、儒学というものを与えなきゃいけない。その儒学を道徳として与えなければいけないけれども、あまり難しいことを言うと分からないので、たった6つのスローガンにしようということで、6つの諭す言葉、陸遊というものにギュッとまとめてですね、それを農民たちに毎日斉唱させるという、すごいコントロールをするんですよ。究極の唐とですね、漢と唐が作った仕組みを完全にさらに強化させた内政重視主義。さらにはですね、劉邦とかですね、その漢とか唐が苦しんだ部下たちの反乱ですよね。劉邦も任せたよ。怖いなりましたよね。唐の時代も、お前らに任せた。ね、節度師だ、お前たちは、反乱ってありましたよね。なので、究極コントロールした上で、この皇武帝はですね、ちょっとでも反乱の意思を見せたら即粛清するというですね、このとてつもないコントロールというもので、今までのその漢から唐からのですね、失敗を乗り越えようとするんですね。その結果どうなったかというとですね、たった一人で数百件の案件をこなし、さらにはですね、ちょっとでも裏切りを見せたらですね、秘密警察を通じてですね、捉えてですね、何千人単位で処刑するというですね、すごい独裁者だったんですよ。この明の皇武帝の独裁者っぷりの怖さを表すのはですね、2種類の肖像画と言われてるんですね。はい。この皇武帝の肖像画は2種類残ってるんです。1種類はとてもですね、ふっくらとしてですね、威厳のあるですね、皇帝の顔。もう一つはですね、とてつもない醜悪な恐ろしい顔なんですよ。そして、この優しい方の顔が自分が描かせた顔と言われてまして、民衆が密かに描いてた顔というのが本当の顔と言われてるんですね。この秘密警察と高度なコントロールで完全に制圧したという明の時代は、その明るいという文字とは裏腹に暗黒時代とも言われてるんです。
明の暗黒時代。しかしこの仕組みというのはめちゃくちゃ優秀で、その一人に権力が集中して完全に戸籍とですね、税金でコントロールし、さらに粛清をですね、重ねるというやり方というのは、その後も残っていくんですよ。その後も残りですね、この明のですね、仕組みというのは長く続きます。明は頑丈なんですよ。はい。漢、唐というのは明君が続いたことで残りました。しかし明はですね、この皇武帝が作った圧倒的なシステムコントロール。これによって頑丈に残るわけなんです。ですが、この明も、ついにはですね、滅ぼされることになります。はい。それが異民族なんですね。はい。ずーっと悩ましてきた異民族。それはある時、北を取ることもありましたね。北を制圧して南北朝の時代もあったんですけども、完全にね、取ったのはその元がね、モンゴルで取ったこともあったんですけど、秦という国ができます。その秦というのは女真族。ね、後の満州でございます。女真というのは。満州、東北の方から降りてきた、その女真族が、秦というものを築いてですね、それも長く続くんですね。明が作ったコントロール、これを秦は飲み込んでいくことになるんです。はい。秦は何が良かったか。なんとですね、さあ来ました。ローマ帝国以来のですね、明君連続輩出パターンです。来ましたね。ローマ帝国は五検帝といって5人連続で明君が続いたことによって繁栄の栄華を極めました。しかしこの秦は侮らないでください。ローマ帝国超えの6人連続でございます。6明君を連続させたことによって、この、中国のですね、この中世最後の王朝として花開くんですね。まずはですね、この女真族としてですね、北からどんどん入り込んで、そして3代目の時にそれがですね、しっかりと秦という国として、明をですね、制圧するわけなんですね。初代がまずチームを作りまして、2代目がそれを秦と名付けた。もともとは金という名前だったんですけど、金というのはですね、他にもその北朝南北朝の時ですね、とか五代十国の時ですかね、金という国がかつてもね、侵略されたことがあって、その漢民族からするとトラウマなんですよ。異民族の国の名前じゃねえか。また金に支配されるの嫌なんだよっていう、その金という名前を付けてたので、それを変えて秦に変えました。で、秦に変えて万里の長城をしっかり乗り越えた時にはですね、ちょうど明が滅びる時だったんですよ。明が李治世というもの、人間によってですね、反乱を起こしてですね、皇帝が自殺させられてた時があったんですね。要するにもうバタバタのクーデター中に異民族が乗り込んできたんですよ。準備万端の異民族がですね、そろそろ明をやりたいなと言ったら明でクーデターが起きる。で、明でクーデターが起きて、ちょうどやった時に飛び込んでたんですね。漁夫の利ってやつですよね。来ました。そこで、秦が乗っ取ってですね、それで盤石にした3代目。そして4代目。はい。その1、2、3。初代から明君と言われてるんですね。初代明君、2代目明君、2代目が国の名前を変えた明君。3代目が、しっかりと万里の長城を越えてタイミングよく乗り込んだ3代目。そして4代目、後期帝が中国史上最高の明君と言われてるんですよ。はい。嘘でしょと。皇武帝も李世民も超えての中国史上最大の明君が、この後期帝でございます。秦の4代目。はい。3代目が秦をしっかりとですね、このエリアに根付かせた後のですね、後期帝でございます。この後期帝がやったことというのはですね、一つには今までの皇武帝と同じ減税政策ですよね。民を大事にしよう。ね。もう、重税取るのやめよう。減税政策。で、質素倹約です。はい、来ました。浪費しません。ねやれ、人員をたくさん立てろなのでですね、女性を1万人集めろだとか、そういうことしません。はい、質素倹約、減税、さらには、めちゃめちゃ学問やったんですね。自分でもですね、ひたすらですね、勉強し続けて、あらゆる学問を勉強し続けてですね、後期帝はですね、なんとですね、後の漢字辞典の原型となる後期辞典というのを出版します。すごいです。勉強しすぎて辞典を出版するんですね。さらには、女真族と漢民族が混じりましたよね。この民族のやりくりを、元の次の次ですから、元を見てたんですよね。元っていうのはですね、最強だったんですけど、モンゴル人第一主義だったんですよ。
モンゴル人が一番上。その次に西アジア人。その次に、その時を支配してた金の国の人。その下に漢民族っていうね、こういう序列を作って、民族で完全な差別をしてたんです。ところが、この後期帝の秦の時代どうしたか。民族を融合させて、分け隔てなく登用したんです。つまり、明の時の官僚も残して、混ぜて合併したんです。合併の仕方がうまかった。民族で差別をしないで能力で取った。民族混合、減税、学問持続、辞典出版、さらには質素倹約。この後期帝4代目が中国史上最高の名君として名高いのもうなずける話ですよね。はい。この皇武帝の時は減税をやったり内政が重視だ、戦はしないぜってやりましたよね。はい。俺はなるべきなるんじゃないよ、皇帝にならないよの超教員もですね、はい。面接が大事だよとかね、まあお金でなんとか外交でなんとか戦しないでいようよとかいました。ね。他にも理性民がいましたね。聞くのが大事だよとかね。いっぱい、そうだ、議会を作ってさらに省庁をこうすれば固くなるシステムを作りました。ですが、その上に鎮座する後期帝というのは、民族の差別をせずに今までの仕組みをうまく使いながらさらには質素倹約減税に努めて自分で学問も収めて辞典も出版するというもう完全体が生まれたんですね。ですがこの4代目も終わり、その5代目はですね十数年父の後をうまく継いだだけが残っています。はい、来ましたね。名君の存在感が薄いやつね。はい、ご検定の中でもナンバー4のね、アントニウス・ピウスはですね、なんか特にないけど、なんか何も起きなかったとか言ってね、その後鉄人皇帝とかね、ありましたけども、この5名君目はですね、あまりキャラは薄いんですけれども、6名君目がですね、乾隆帝となんですね。この乾隆帝はどちらかというとご検定でいうところでですね、トライアヌス2代目に近いのかなと。要するに最大領域まで広げたという。ですがこの最大領域まで広げるときは必ず危険を伴うわけですよね。2代目トライアヌス、ご検定の時はですね、最大領域広げたからその次のハドリアヌスがもう急いで守ったわけですね。守りのハドリアヌスとか言ってですね、いっぱい守った。つまり家が広くなると侵入されやすくなる。コントロールも難しくなる。なので、領土が拡大すれば、税収も増えるので、一時的には豊かになるんですが、内政の難しさは跳ね上がるっていうことなんですよ。ここが非常にポイントです。乾隆帝の時に遠征に遠征を重ねました。その上で連勝に連勝を重ねたんです。乾隆帝は異名がありまして、10連続で遠征に勝利して帰ってきた。ほとんど戦争に費やしたんですけども、この10連続遠征勝利ということで、従前老人。10個全部勝った老人とかって従前老人という意味を持ってるんです。もうすごい強いんですよ、乾隆帝。ですが、あまりにも遠征しすぎていた。国家は疲労するんですよね。そう。最強の王朝、秦。ね。異民族と漢民族をうまく混ぜ、さらには今までに作った三省陸部であるとか、戸籍であるとか、そういった統治機構、さらに道徳、そして、徴税の方法、戸籍、国民管理、そういったものをしっかりやった上で、陥りがちな欲に覚えるなんていうこともやらずに質素倹約し、国民を減税しということまでやったけれども、それの上にあぐらをかいてですね、乾隆帝がうわー従前老人だ陸で領土を広げてた。ですが時代は変わったんです。陸路で侵略するとか領土を広げる時代が終わってたんです。乾隆帝の末期の頃、ヨーロッパから船がやってくる。大英帝国が乗り込んでくるんですね。海を越えてヨーロッパから新しいテクノロジーを持った最強国家がやってくる。来ました。この古代中世は全ての帝国がぐわーっと疲労した頃にイギリスがやってくるんですね。海を越えてやばいです。中国もこんなにいろいろあってようやく名君後期帝が出た秦が後期帝を生んだのに最強になったのに最大領土になったら海を越えてイギリスがやってきた。大航海時代は否応なく4つの大文明エリアをつなげることになった。
大きなイノベーションが大きな格差を生む。それは鉄器がかつて農業革命を生んで貧富の差を生んだように、新しいイノベーションはヨーロッパで起こった。そのヨーロッパが何を生んだか、世界的な格差だ。それは欧州、ヨーロッパが勝者となり、中東、インド、中国が蹂躙されていくという新たな世界規模の格差を生むことになった大航海時代。人類は一体何に勝利し、何に挫折するのか、こうご期待であった。Wake up, please. 12月31日、レディオフィッシュが大阪に帰ってくる。チケットは絶賛発売中。詳細は概要欄のリンクから。プログレスのお知らせです。プログレスとは学びを実践するコミュニティです。自分の強みがわからない方、強みを伸ばしたい方、強みで活躍したい方、どの段階の方も適切なメンターに出会うことができ、学びを実践するチャンスがあります。それがイノベーションコミュニティプログレスです。中田敦彦の生配信、授業を深掘りした感想や社会情勢の分析を毎日視聴可能。要約記事やアーカイブも充実しています。メンバーとの交流、オフ会やメンターとの出会いが日々誕生。グループ活動も盛んで AI などの最新のテーマについても遊ぶように学べます。たくさんのメンバーとの出会いと学びを安心して楽しんでいただくために Discord や独自 SNS を使った治安維持にも力を入れています。独自イベント、中田敦彦が企画、メンバーが出演参加するイベントを定期的に開催。興味のあるものを選んで参加できます。メンバーへのお仕事の依頼をサポートするエージェントサービスも運用中。いかがですか？もっと知りたいという方は概要欄のリンクからプログレスのページへどうぞ。チャット GPT を生かしたガイド係もお待ちしています。人は何者にでもなれる、いつからでも。月額980円で人生の扉を開きましょう。